こんにちは、オズディです。今回は全自動焼き鳥&卵回収機の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロック部分は溶岩を使用するので、燃えない石系のブロックなら何でも大丈夫です。鶏を連れてくるのに小麦の種が必要なので、そちらは別途ご用意いただく必要があります。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦4マス×横5マスの範囲で作成します。まず最初にラージチェストを設置します。背面側からチェストに接続するようにして、しゃがみながらホッパーを2つ設置します。背面右側のホッパーの上にハーフブロックを設置。こちら側からハーフに向けてトラップドアを設置して、トラップドアは縦向きにしておきましょう。ハーフブロックの横にブロックを1つ設置して、その上にこの向きでディスペンサーを設置。背面側からディスペンサーに接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーの下に仮ブロックを設置します。仮ブロックの後ろにマスを深さ2段で掘り、3マス目は1段掘っておきましょう。今掘った穴から仮ブロックの上部分を狙って、顔が上向きになるようにオブザーバーを設置。2段で掘った箇所を1段元に戻しておきます。仮ブロックとその下を1段掘ってガラスを設置し、ガラスの上にレッドストーンダストを設置します。オブザーバーの下にレッドストーンダストを設置して、残りの穴は元に戻しておきます。ホッパーの上に立ってオブザーバーの上に、この向きでコンパレーターを設置します。正面右側のチェストの横から3マスに、高さ3段でブロックを設置していきます。背面側も同様に高さ3段で2マス設置します。正面左のこの部分とディスペンサーの上に、高さが3段になるようにブロックを設置。ホッパーの上に仮ブロックを設置します。仮ブロックのこの部分にトラップドアを設置し、縦向きになるようにしておきます。背面側にはブロックを1つ設置します。仮ブロックは壊しておきましょう。ここに鶏を入れて放置すると卵を産むので、それを回収してディスペンサーで投げさせます。投げた卵から生まれた鶏を成長させて、焼き鳥と羽を回収していきます。ホッパーに卵が入ったことをコンパレーターが検知し、その反応をオブザーバーが検知して信号を出します。その信号を受け取ったディスペンサーから、卵が発射されて生まれるかの抽選になります。あとは放置しておくだけです。チェストの上部分にガラスを2段で設置します。ブロックとガラスの上にハーフブロックを設置します。この部分に仮ブロックを2段で設置して、トラップドアの上にも1つ設置します。鶏を入れるための階段を、仮ブロックで設置していきます。種で誘導して鶏を連れてきて、2つの穴の中に入れていきましょう。今回はそれぞれ15羽ずつ入れていますが、最大でも20羽ほどにしておいてください。手前側の穴の鶏の上にガラスを設置し、その上にハーフブロックを設置します。奥の方にはハーフブロックを設置します。仮ブロックは不要なので全て壊しておきます。穴の中のハーフブロックの上に溶岩を流して、他と同じくハーフブロックで蓋をしておきます。これは好みですが額縁などを設置して、それぞれのアイテムを飾っておきます。これで装置は完成となりますので、あとは放置して待っておくだけです。卵から生まれた小鳥は溶岩に干渉せず、成長したら焼かれて処理されます。鶏は約5から10分に一度卵を産みますが、卵からの孵化率は8分の1の確率になります。焼き鳥や羽、卵はホッパーで回収されて、下のチェストに溜まるのでそこから回収しましょう。溜まるまでには時間がかかるので、
メインではなくサブ食用としてご利用ください。一度作成すればあとは完全放置なので、1台作っておいても悪くない装置です。いかがでしたでしょうか？今回は卵回収機と焼き鳥製造機を合わせた、全自動焼き鳥&卵回収機の作り方でした。メイン食材が不足しがちになった際の、サブ食用として利用できるので便利です。完全放置なので手間もかからず便利なので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。